はい、トライアラの川原です。今回はご質問いただきましたアフターエフェクツでこんな感じの無数に配置した写真を次々とカメラの移動で映し出していくスライドショーの作り方をご紹介していきます。まず今回こちらを作る中で外部のプラグインを使っています。SureTarget 2というビデオコパイロットが配布している無料のプラグインとなります。こちらはフラッシュバックさんのサイトでダウンロードできますので、まずはじめにダウンロードしてインストールしておいてください。そしてこちらのプラグインもかなりアップデートがされていないので、この動作環境を見てみると After Effects CC が対応してないんですね。そういった部分でちょっと後ほどトラブルなんかも出てくるのですが、そういった部分の回避方法なんかも合わせて後ほどご説明していこうと思います。では実際に制作を進めていきます。まずコンポジションを作成します。写真用のコンポジションとしてピック01として正方形のコンポジション 1080×1080 のコンポジションを作成します。時間はスライドショーなので1枚の写真として長めに設定しておきます。スライドショーの全体の尺ぐらいがいいのですが、今回は60秒としておきます。まずこれで正方形の60秒のコンポジションが作成できました。ここに写真を読み込んでいきます。Windows のフォルダからドラッグして配置します。そして大きさを整えます。右クリックでトランスフォームコンポジションの高さに合わせて配置も調整します。こんな感じですね。そしてフレームを作っていきます。レイヤー新規、平面で白の平面、枠としておきます。を作成します。そして枠を選択して長方形ツールをダブルクリック。マスクを書いて、マスクの拡張をマイナスにして小さくします。この状態でマスクを反転させるとこんな感じのフレームとなります。これで1枚目の写真のコンポジションができました。次にスライドショー用のコンポジションを作っていきます。コンポジション新規カット01としてフル HD のコンポジションで、今回サンプルですので6秒ぐらい6秒のコンポジションを作成します。カット01と写真ですね。そしてこのカット01のコンポに写真01を読み込みます。3D レイヤーにチェックを入れてスケール S 小さくします。そしてレイヤー新規平面で背景 BG01 として少し暗めのグレーの白を配置します。こんな感じですね。まずこれがベーシックなコンポジションの形となります。ではまずスライドのベースとなる動きを作っていきます。コントロール D で写真を複製します。コントロール D、コントロール D、コントロール D。4枚で進めていきます。そして動きの動線を作っていきます。例えば1枚目、2枚目、3枚目、4枚目ですね。こう1、2、3、4という順番でカメラを動かす並びを作っていきます。この状態だとちょっと何のことかわからないと思うのですが、こんな感じとしておきます。そしてここから先ほどのシュアーターゲットエフェクトでカメラの動きを作っていきます。レイヤー新規ヌルを作成します。そしてこのヌルにエフェクトビデオコーパイロットシュアターゲットを適用します。すると自動的にこのヌルに紐づいたシュアターゲットのカメラが作成されます。ヌルにエフェクトがついている形ですね。そして動きを作っていきます。レイヤー3、4、5、6の順番で表示させていきますので、エフェクト、シュアターゲットのターゲットレイヤー。ここを順番にレイヤー3、4、5、6と設定します。これでまずターゲットの順番が設定できました。そしてこのシュアターゲットにキーフレームを打って、例えば U でキーフレームを表示させます。1で時間を進めて、例えば1秒のところで2になると
2秒のところで3枚目、さらに1秒進めて4枚目と、キーフレームを打つとカメラが追従して動くというエフェクトなのですが、ここが最初にお話ししたバージョンによるトラブルとなります。これを解決する方法なのですが、ファイル、プロジェクト設定、エクスプレッションですね。ここを JavaScript から以前のエクスターナルスクリプトに変更して OK を押します。すると、動いたり動かなかったりなのですが、この状態で一度保存します。ファイル、別名で保存、スライド01として保存をしておきます。そして After Effects を一度落とします。そしてもう一度起動します。クラッシュが出ましたね。送信しない。ちょっと時間を置いてから、もう一度。起動すると、こんな感じですね。ちゃんと動くようになっています。再起動しなくてもいけたりするときもあるのですが、基本的には一度保存して、再起動すると、こう、正常に動くようになります。これですね。プロジェクト設定のエクスプレッションエンジンを以前のものに変更して使うことになります。これで、このターゲット設定したレイヤーの順番に、このキーフレーム1、2、3、4、5と、ターゲットの数値をキーフレームで打っていくことで、このように動くようになります。そしてカメラの位置を近づけます。P、1ですね。Z 軸の位置を近づけると、こんな感じで1枚ずつ写せるようになります。では一度キーフレームを削除しておきます。例えば動きのパターンとして、1枚の写真を3秒間見せて1秒間で移動して、さらに次の写真を3秒間、3秒、1秒、3秒という間隔でキーフレームを打っていきます。キーフレームを打っておき、ここはいらないですね、最初は。3秒進めてキーフレームを設定。そして、1秒進めて2。とするとこんな感じですね。タイムラインが短いのでタイムラインを広げておきます。コントロール K でコンポジション設定を開いて、15秒。時間を延ばしておきます。これで2枚目ですね。そして2枚目から3秒進めます。キーフレームを追加。そして1秒。進めて3枚目に移動。そして3枚目をそのまま表示させて4に移動すると。すると3秒表示して2枚目に移動。2枚目を3秒表示して1秒かけて3枚目に移動。さらに3秒表示して4枚目に移動。といった形となります。このエフェクトの便利なところはカメラをオフにして、この元々の配置ですね。これを後から変えたとしても、ちゃんと自動的に追いかけてくれるところですね。配置の微調整を簡単に行うことができます。カメラをオフにします。そしてさらに傾きなんかも加えていきます。すべて選択して R で Z 軸の回転を変えつつ、
アレンジを加えていきます。この状態で見てみると、カメラですね。こういった形ですね。となります。そしてヌルを選択してエフェクトですね。今、回転が無視されてそのまま水平にスライドしているのですが、オートローテート、これにチェックを入れます。すると、常にこのターゲットが水平になるように、カメラが回転するようになります。こんな感じですね。また違った動きになって、いい感じの表現となります。これでまずベースとなる動きができましたので、写真を入れ替えていきます。まずフォルダを作ります。新規フォルダでピックとしておきます。ピクチャーですね。そしてこのピックの中に、ピック01のコンポジションを入れておきます。カット01とかは平面に入れておきます。写真01も平面に入れておきます。そしてピック01のコンポを開いて、ピック01を、ピックですね。フォルダピックを開いて、写真のフォルダを開いて、ピック01のコンポを選択した状態でコントロール D。すると複製されてピック02が作成されますので、これをダブルクリック。そして写真を入れ替えます。ここに2枚目の写真を配置。そして配置を調整します。そして2つ目の写真を差し替えます。2枚目ここですね。ピック02を選択した状態で差し替えたいタイムラインの素材を選択して、コントロールオルトスラッシュ。これでコンポジションを差し替えることができました。こんな感じですね。こんな感じでコンポジションを複製して写真を差し替えていきます。3枚目はこれですね。ピック02をコントロール D で複製して開きます。そしてこの中の写真を3枚目に差し替える。コンポジションの幅に合わせ、高さですね。合わせて配置を調整。そしてピック03を選択した状態でタイムラインの素材を選択してコントロールオルトスラッシュ。こんな感じですね。こういった形でスライドの枚数分延々と進めていきます。このターゲットの数、デフォルトでは10個だけなのですが、ここで100まで増やすことができます。そして好きな枚数でスライドショーを作ったとして、例えば最後の部分を作っていきます。ここを最後とした場合、この4枚目ですね、ここを非表示にしておきます。コントロール D で複製します。上にあるやつが複製された分ですので、下に移動。そして表示させます。P。1をぐっと後ろに移動します。この状態で、さらに1秒後、ヌルに5枚目のターゲットを追加します。今複製した分ですね。レイヤー7。そして5枚目のキーフレームを作ります。すると最後、こう前に移動するような動きとなります。本当は4枚目の写真があるのですが、これは使わず、
あと後で演出上わかると思います。そしてまた3秒間4の状態をキープして、キーフレームを追加して1秒進めて5になると。時間が足らなかったので伸ばします。コントロール K コンポジション設定で20秒。こんな感じですね。こういった感じですね。もう少し後ろに移動しておきます。もっと後ろでいいですね。後ろにするとカメラの移動距離が増えます。ちょっと分かりにくいので4枚目も表示させておきます。4枚目に、3枚目から4枚目に移動して、同じ写真が後ろにある状態ですね。これでベースとなる動きができました。1枚目、2枚目、3枚目、4枚目からフィニッシュの動き。といった感じですね。この最後の部分は締めのコピーの文字であったり、ロゴにする部分としておきます。あとは写真を複数配置していきます。ナンバリングされたコンポジションは、例えばシアンにしておきます。そしてレイヤーを複製します。コントロール D。上のレイヤーを色を変えておきます。例えばラベンダーですね。そして配置を移動。P。奥行きを足しておきます。後ろに配置してばらかしていきます。コントロール D 複製。ばらかして配置していきます。全部選択して P。奥行きなんかも変えていきます。配置したい写真の枚数分複製していくといいですね。今回はざっくりこんな感じとしておきます。そしてさらにすべて選択して R。回転も加えていきます。ランダムな感じですね。バサッと机に広げたような。こんな感じでざっとランダムに配置していきます。こんな感じですね。これでまず1枚目の写真のレイアウトができました。少しちょっとばらかします。そしてこのラベンダー色のものですね。これをすべて選択してコントロール D で複製します。そして2枚目の写真の下に移動。時間を2枚目に移動して、この複製した分を2枚目のフレーム部分に持っていきます。そしてまたランダムに配置していきます。ランダム感を変えていく感じですね。
そしてまた R で回転を変えていきます。ざっくりとですね。複製してちょっと枚数も調整したりしつつ、こんな感じですね。そして U でまた閉じて見てみると、この移動の時に左下がちょっと寂しいので複製してまた1枚ランダムな感じで P 奥行きも変えながら、こんな感じですね。同じように3枚目のところもコントロール D で複製して下に配置、そして移動、ばらかしていきます。こんな感じとしておきます。R。同じように複製ですね。コントロール D で複製して、下に移動。3枚目のところですね。4枚目か。1、2、3。4枚目ですね。そして4枚目の下に移動したものを移動してまたランダムな感じに。調整していきます。R でまた回転も調整していきます。こんな感じですね。そしてここ4枚目の部分は写真をこれですね、非表示にしてあえてちょっと隙間を作るような演出としておきます。こんな感じですね。最後隙間を通り抜けて最後の画像に行くと。そして最後4枚目の部分ですね。画像差し替えてなかったですね。ピック04、コントロール D で複製して04の中に例えばこんな感じでロゴを入れておきます。そしてこれですね、最後。この画像のコンポをピック04
選択してコントロールオルトスラッシュで差し替えるとロゴになると。ちょっとこの辺りまで隠しておきたいので、不透明度 T、キーフレームを打って0。奥に進んだ時に100になるというふうにしておくと、こんな感じですね。ちょっとタイミングを調整します。そして最初から再生してみると、こんな感じとなります。そしてこれらの写真をすべてコンポジションを作って入れ替えていきます。差し替え方は先ほどと同じ感じですね。数枚ちょっとやってみると、ピック01を複製して05を作成。05の中身を入れ替えて、配置して、この背景の1枚目ですね。これを05にコントロールオルトスラッシュ。で、差し替えると、あれ、これどこだ？下か。この写真ですね。が差し替わった形となっています。同じように05をコントロール D で複製して06。フレームを残して画像を入れ替え。配置を調整。そして06のコンポを画像コンポと入れ替える。あれ、これどこだ？ここですね。画像は平面のフォルダに入れておきます。そして06を複製して07。07の画像の中に7枚目の写真を入れます。そして差し替え。といった感じですね。これを繰り返して全ての写真を差し替えます。そして写真を全て差し替えました。コンポジションを複製して50枚ですね、全てで。見てみると、こんな感じですね。これで基本的なスライドができました。ではここから少しディテールを作っていきます。まず塗る。手話ターゲットですね。今これ、カメラが止まっているとき、完全に絵が止まってしまっていると面白くないので、手ブレを加えていきます。こういった手ブレも、この手話ターゲットから加えることができます。ウィーグルですね。揺れのスピード。例えば5。揺れる距離。10としてみます。すると、このカメラが止まっているときに、こんな感じで揺れるようになります。
まあこれはちょっと揺れ方がいけていないので、揺れるスピード、例えば 0.3、そして揺れる距離を20ぐらいにしてみます。すると、こんな感じですね。自然な揺れとなります。いい感じですね。さらに、カメラのフォーカスなんかも設定することができます。例えば、オートフォーカスですね。フォーカスターゲッツとデプス&フィールドをオンにすると、こんな感じで、メインの写真より後ろにあるものはボケるようになります。でも実際スライドショーを作るとき後ろの写真も見せたいということの方が多いと思いますので、ここは今回はオフにしておきます。そして影なんかも落としていきます。今回これ写真 3D レイヤーになっていますので、マテリアルオプションがあります。マテリアルオプションを開くと、シャドウを落とすがオフになっていますので、クリックしてオンにします。そしてマテリアルオプションを選択してコントロール C でコピーして、他のすべての写真にコントロール V でペーストします。すると他の写真1枚開いてみると、ライトオートスがオンになっています。この状態でライトを作成します。レイヤー新規、ライト。一番簡単な平行ライトを作成します。強度100、シャドウの暗さ30として作成します。するとこんな感じですね。ライトをオンオフすると影が落ちます。影はもう少し薄くて良かったので、やはり20ですね。もっと薄くてもいいですね。10。さらに P、位置を調整します。位置を変えると影の落ち方が変わります。光源の位置ですね。オン、オフ。といった形となります。影を落とすと立体感や空間の空気感なんかは出やすいのですが、その分かなり処理が重くなってプレビューにかかる時間も長くなってしまいます。そして最後にルメトリでルックスなんかを入れていきます。レイヤー新規、調整レイヤーを配置して、イエロー、調整レイヤーにエフェクト、カラー補正、ルメトリカラーを追加、クリエイティブからラットを当てていきます。ちょっと間を置いてキャッシュを貯めましたので再生して見てみると、こんな感じですね。これで完成です。こんな感じで手話ターゲット2を使うと簡単に写真から写真を移動するスライドショーを作ることができます。どうしても写真の枚数分コンポジションが増えてレイヤー数が増えて複雑そうには見えるのですが、やってること自体はすごい単純なものですので落ち着いてじっくり作っていただければと思います。今回は以上です。またお会いしましょう。
このチャンネルでは After Effects、シネマ 4D、ベガスを中心に動画制作の中でちょっと使うだけでいい感じになる技のご紹介を行っています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。